こんにちは、ジパング55のタカです。今私は石川県の小松空港に来ております。今回は福井県を中心におすすめ観光スポットをご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。まずはじめにご紹介するのは、福井で有名な観光スポット、福井県立恐竜博物館です。小松空港からは車で1時間ほど、福井駅からは40分ほどです。バスの場合、福井駅から勝山駅まで電車で1時間、そこからバスかタクシーで15分前後です。長い間、日本では恐竜の化石は出ないと言われていました。ですが、ここ福井県勝山市にある断層から、前期白亜紀のワニの化石が見つかります。そこから大規模な発掘調査が行われ、次々に化石が発見されていきました。日本の学名がついた恐竜11種のうち6種が福井県で発見されているそうです。福井県立恐竜博物館ではそんな化石たちを見ることができます。2023年7月にリニューアルオープンを行い、クリーニング体験や大型スクリーンによる3面シアターなど新たなコンテンツが追加されました。建物は地下1階から地上3階建ての建物です。クリーニング体験施設、お土産店、レストランなどは3階にあります。それでは早速クリーニング体験をしたいと思います。この施設では2つの体験を用意しています。実際の発掘現場に行き、発掘体験を行えるものと、施設内での研究を学べるものです。今回は施設内で体験できる化石研究体験に参加します。時期によって少し内容が異なりますが、私は化石発掘、クリーニング、化石観察の3つを体験します。予約の段階で班に分かれています。班ごとに指定された体験を行っていきます。それではまず化石発掘体験から行いたいと思います。化石発掘体験では実際の石を割りながら化石がないか探していきます。石は実際の発掘現場にあるものから砕いて探していきます。探し方や道具の説明などは動画や係の方が分かりやすく説明してくれました。実物の見本化石や化石の特徴が記載されている本を使って探していきます。大きいルーペなどもあるので本格的に探しているようです。実際にミノを使って石を割り化石を探していきます。なかなか難しく、どれが化石か分かりにくいです。言われてみたら、これ化石なんだ、という程度です。参加者は子供連れが多いです。子供にとっては、いい思い出になりますね。体験時間は決まっており、事前予約が必要です。お休みの日は、満席になってしまうことが多いので、訪問日が決まったら早めに予約することをお勧めします。体験時間も全部で2時間と長いので、時間にゆとりを持って参加した方がいいですね。値段は常設展のチケットも含まれて2200円でした。それでは化石探しを続けたいと思います。結局私は草の化石しか見つけられませんでした。一番数が多く、分かりやすい化石です。なかなかできない体験なので、すごく楽しかったです。それでは次の体験に移りたいと思います。続いては化石クリーニング体験です。実際に使われている器具を使って化石のクリーニングを行います。石膏石に入ったレプリカを削って外に取り出します。まずは練習で石を削ります。ドリルではなく空気で削っています。なので子供が使っても安心ですね。それでは削っていきたいと思います。石膏石を削るので結構粉塵が飛びますね。洋服も汚れやすいので注意が必要です。
時間は20分ほどありました。削り出すと爪の化石が出てきました。これはお土産で持って帰れるようです。終わった後は粉まみれですね。はたけばすぐに落ちたので問題なさそうです。最後は化石観察です。パネルを使って化石の説明を見ます。恐竜の細かい説明や実際に化石をどのように分析しているのか分かりました。石をスキャンすることで石を割らずに化石を発見できます。とても便利な時代ですね。体験は家族で楽しめるので参加してみてください。それでは館内も簡単にご紹介したいと思います。館内は近未来のようですね。中央エスカレーターで一番下まで降りれるので、そこから順番に見に行きたいと思います。通路にも実際の化石やレプリカが飾ってあります。状態の良い化石もあり、迫力がありますね。こちらは大きい恐竜の化石です。何もない状態の石からよく見つけられるなと思います。上に進むとロボットの恐竜が出迎えてくれました。動きもリアルで迫力がありますね。周りにはレプリカなども含めて恐竜の模型が展示されていました。子供は大喜びしそうな施設ですね。大人も迫力があり、歴史も学べるので十分楽しめると思います。大きな恐竜の化石はどれも迫力があります。こんな巨大な生き物が地上を歩いていたと思うと驚きですね。他にも化石発掘の歴史なども紹介していました。化石発掘もいろんな人物が開拓してきたと思うと感慨深いですね。鉱物などの展示もありました。恐竜をロボットで生きているように演出したエリアもあります。2階に行くと恐竜の時代から少し進み、哺乳類の化石なども展示されていました。水中の中の生き物の化石もありました。海の中にこんな巨大生物がいたと思うと驚きですね。2階からも1階を見渡せるようになっており、迫力がありますね。館内には他にもお土産ショップがありました。恐竜のグッズなどが売っていました。子供たちは喜びそうですね。先ほどの爪のレプリカも売っていました。館内はレストランもありました。カレーやハンバーガーなどがありますね。展示物はじっくり見れば1日入れそうです。駆け足で見れば1時間から2時間もあれば見れると思います。迫力満点なのでぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは安武というお蕎麦屋さんです。福井駅から車で15分ほどです。福井は越前おろしそばをはじめお蕎麦も美味しい地域です。安武は市内近くにある美味しいお蕎麦屋さんということで訪れたいと思います。1時間ほど車内で待ち入店できました。駐車スペースは多かったです。順番になったら電話をくれると言われていたのですが、若干忘れられてた可能性があります。
電話が来ないので、店内に入ってみたら、すぐに案内されました。混んでいたので、しょうがないかなと思います。メニューは季節と常設メニューがあります。丼もあるみたいですね。どれも美味しそうですね。うどんやお酒などもありました。一品料理も充実しているので、お蕎麦以外にも楽しめそうですね。今回は桜エビのかき揚げとお蕎麦にしました。ボリュームがあり、美味しそうですね。蕎麦はコシがあり、美味しかったです。福井はおろし蕎麦が有名なので、今回はおろし蕎麦で注文しました。天ぷらも揚げたてで美味しかったです。最後は蕎麦湯も提供されました。お蕎麦屋さんでお酒を飲みながらゆっくりするのもいいかもしれませんね。市内近くなので訪れてみてください。続いて福井市内近くの永平寺をご紹介します。700年以上の歴史を持つお寺で、道元が1244年頃に永平寺の元になるお寺を建立しました。福井駅からは車で20分ほどです。観光地化しているので、永平寺に向かう道には飲食店やお土産店が多くあります。アイスやお団子などが売っていました。以前ご紹介した高野山のように精進料理などもあるようですね。だるまプリンというプリンも売っていました。名物プリンらしいです。駐車場も複数あり、どこも値段は1000円前後で一緒でした。永平寺は大きいですが、1時間少しあれば見て回れると思います。お土産を購入すると割引や無料になる場所もありました。こちらが永平寺の入り口です。山の中にあるため、お寺の中も階段が多いです。見る場所はほとんど室内なので、雨の日でも観光できると思います。手を清めてからお寺に入ります。拝観料700円を払い、中に入ります。お寺の中は靴を持ち、スリッパで移動します。玄関はすごく綺麗な建物ですね。最初に15分ほどの紹介動画を見ることができます。繰り返し流れている動画を入退室自由で見ることができました。70を超える書道が存在し、そのうち19の建物が国の重要文化財に指定されています。七堂伽藍と呼ばれる建物が7つあり、回廊と呼ばれる廊下でつながっています。一番最初の部屋は、絵天井の間として知られ、昭和の一流日本画家144名による230枚の天井絵がはめ込まれています。160畳の大広間の天井を埋め尽くすようはまさに壮観ですね。一枚一枚丁寧に描かれており、これを見ているだけでも楽しいですね。回廊を歩いていると歴史を感じます。七堂伽藍の一つ、僧堂では僧侶が日常の生活を送っています。永平寺では、日々の生活のすべてが修行です。一人に一畳分の壇と呼ばれるスペースが与えられ、座禅、食事、睡眠などはすべて壇で行われるそうです。すべての生活が畳一畳分なんて厳しいですね。築約270年の山門は永平寺で最も古く、歴史を感じさせてくれます。当時はここの山門から本堂の方に登っていったようですね。歴史を感じることのできる建物で、福井市内からも車で近いので、ぜひ立ち寄ってみてください。
最後にご紹介するのは、安高の関跡です。ここは小松空港近くにあるので、場所は石川県になります。安高の関は有名な勧進帳という歌舞伎の物語の舞台となった場所です。山伏一行に扮して奥州の平泉へと落ち延びていく源義経、弁慶の一行が安高の関を通過する際の攻防を描いた作品です。関守の富樫は義経たちを捕らえるよう命令が下されていました。富樫は山伏に化けてそこを通過しようとした義経たち一行に勧進帳を読むよう命じます。もちろん勧進帳など持っていない義経一行。すると一行の一人弁慶は別の巻物を開くと、それを本物と見せかけて勧進帳の文言を暗唱してみせました。その後も一行は山伏を演じきり、関所を通る許しを得ます。しかし、ふとしたことから一行の一人が義経ではないかと疑われてしまいます。緊迫した状況の中、弁慶は義経をどこまでも山伏として扱い、杖で打ち据えます。それを見た富樫は、忠誠心に心を打たれ、頼朝の命令を破り、一行を通しました。そんな安高の関があった場所がここなのです。奥に進むと、安高住吉神社があります。義経と弁慶一行が、安高の関守、富樫に疑われながらも難を逃れたとの伝承から、全国唯一の難関突破の守護神となっています。山伏に扮した弁慶の石像もありました。タイミングによっては、神社の方が勧進帳の物語を説明してくれます。難関を突破したい人は、お参りに来てみるといいかもしれませんね。下っていくと、海も近くにありました。安高の関を再現した石像もありますね。私は歌舞伎の勧進帳は見たことがないので、ぜひ一度見てみたいですね。近くにはカフェもあるので、飲み物を買って海を見ながらゆっくりすることもできるようです。海も綺麗なので、空港に行くついでに寄ってみるのもいいかもしれませんね。それでは今回の福井観光、いかがだったでしょうか。今回は紹介しきれませんでしたが、海の幸も大変美味しい地域です。老若男女が楽しめるので、家族旅行にもおすすめですね。石川県と合わせて北陸を旅行してみると、新たな発見があるかもしれません。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。